皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今、台湾にいます。3日目です。でももう今日帰国しなければなりません。今日日本に帰ります。本当に飛行機に乗るまでの短い時間なんですが、Vlog を撮ってみようかなと思って、今、カメラを回しています。カメラというか iPhone ですけど。はい。で、今、朝の9時20分くらいで、もう朝食を食べ終わりました。今回、ホテルの1階で食べました。もう、その時の様子は、動画がアップされているはずなので、ぜひ見てください。あと Vlog も多分1日目、2日目ももう投稿していると思うので、ぜひ見てください。で、今ちょっと、部屋を整理してるところです。これが私が今回持ってきたスーツケースです。機内に持ち込めるくらいの小さいスーツケースです。で、今荷物ちょっと入れて、で、この辺もちょっとね、掃除をして、一応、少しは綺麗な状態になってると思います。で、私今回の台湾の旅では、3つのやること、目標みたいなものを決めてきました。もちろんね、撮影もしたいっていうのはあって、それは置いておいて、まず1つ目、台湾のバスに乗ることです。私、今回の台湾は12回目か13回目です。もう何回も来ていて、バスに乗ったこともあるんですけど、一人で乗ったことはなかったんですね。現地の友達と一緒に乗ることが多かったので、今回はちょっとバスに乗ってみたいと思って、実際に乗りました。本当に便利でした。ヨーヨーカーがあれば、本当に日本と同じようにスイカをタッチして乗るみたいな、同じようなシステムだったので、すごく便利でした。で、それはクリアしました。で、2つ目は、私、小籠包が本当に大好きなんです。だから今回も毎日食べたいと思って、1日目2日目は食べたんですけど、多分今日はね、難しいと思います。ちょっと飛行機の時間の関係もありますし、ちょっとね、これはクリアできないかもしれないんですけど、でももうね、3日間いて2日食べたので、満足しています。で、3つ目、カフェに行くことです。今回はあまり観光地に行かないで、ちょっとゆっくり過ごす、散歩したり、自分が知らない街並みを見たりっていうのが旅の目的でもあったので、ちょっとカフェでゆっくりするっていうのも、目標っていうか、やりたいことの一つでした。で、これをまだクリアしてないので、今日ちょっとこれから歩いて良さそうなカフェを見つけて、でも撮影できるかどうかわからないんですけど、ちょっと、カフェでゆっくりしたいなと思います。では、早速行きましょう。そうだ、言い忘れてたんですけど、今日は3月14日です。はい。だいぶ前にね、来ました。はい。じゃあ、外に行きまーす。台湾の信号機はとても可愛いと思います。まず信号機の上には赤になるまでの秒数がカウントされます。その数字の下には緑の人がいて、10秒切るとこの人が走り出します。すごくわかりやすいと思います。赤になりました。あと、あそこに赤と緑の郵便ポストがありますよね。この緑色の郵便ポストを見ると、私は今台湾にいるんだなぁと実感します。この郵便ポストの前で写真を撮る観光客も多いと思います。ATM が壁に埋め込まれてるのも台湾でよく見ますよね。日本にはあんまりこういうタイプがないです。モスバーガーと吉野家があります。
結構日本のチェーン店も多いですよね。このバス停のこの表示すごく便利ですよね。何時に来るのかがわかるのですごく便利です。台湾のドラッグストアカンシュメイです。台湾に来たら必ずここで買い物します。顔のバッグ、マスクを買いました。はい、ここがスーパーです。台湾に島村があるんですね。本当にびっくりです。島村は衣料品のチェーン店です。台湾にもあるなんてびっくりしました。多分ここだと思います。あ、そうですね、ここです。私が来たかったカフェです。やってるかな、多分。かわいい。すごいなんか日本のものが結構使われてますね。ちょっと入ってみたいと思います。你好。啊，在这里可以吃吗？可以啊。我可以拍影片。可以啊。啊，可以吗？谢谢谢谢。我是日本人。好、谢谢。撮影していいよとのことでした。よいしょ。メニューですね。さっきね、美味しそうなケーキがいっぱい並んでたので、ちょっと見たいと思います。かわいいケーキ。たくさんありますね。ブラウニーもあります。箱もかわいい。どれにしよう。この水果はフルーツですね。フルーツを使ったのも美味しそうだったんですよね。レモンコーヒー。でもこの桃とアップルのコーヒーも美味しそうですね。でも気になるな。どうしよう。ヘイタナティエも美味しそうだし、このミルクティーも美味しそうですね。悩ましい。玫瑰柠檬茶、これにしようかな。你好，我要玫瑰柠檬茶，热的，谢谢。すごく雰囲気がいいです。素敵なお店です。这是我的名片。谢谢。すごくいい香り。バラの花ですね。あ、たくさん入ってる。すごい色が綺麗ですね。いただきます。美味しい。私にとって一人でカフェでゆっくりする時間はすごく大切です。気分転換にもなります。仕事をする時もあるし、本を読んだり、SNS を見たりすることもあります。皆さんはカフェに行くのが好きですか？コメントで教えてください。雨がザーザー降っています。ザーザーというのは強い雨のことです。一駅なんですけど MRT に乗りたいと思います。台湾のゴミ箱、資源回収、リサイクルと一般のゴミに分かれています。
私が今回泊まってるホテルは、ここですね、書いてありますね。三井ガーデンホテルで、出口3番出口からすぐなので、本当にね、MRT に乗ると便利です。今この駅にいます。中小新生中高新生という駅です。で、エスカレーターもあるし、エレベーターもあるので、スーツケースを持っていても安心です。はーい。3番出口出て、もう、すぐそこがホテルです。もうホテルに着きました。近いです。ホテルに戻りました。今回チェックアウトが12時なので結構ゆっくり過ごすことができてありがたいです。はい。康士美、コスメドと、あと、スーパーの名前って全聯で合ってますか？ちょっと買ったものがあるので紹介します。まず、コスメドで買ったのは、これです。我的美丽丽质の、フェイスパック、マスクですね。顔につける、フェイスマスクを買いました。このシリーズが好きで、台湾に行ったら必ず買います。でも実は、このメーカーは、日本のドラッグストアでも買うことができるんですね。でも今せっかく台湾にいるので、買ってきました。で、会計をするときに、お店の人が言ってくれた言葉が聞き取れてすごく嬉しかったです。これを2箱買ったら、安くなるよっていうのを教えてくれました。理解できると嬉しいですよね。もちろん翻訳機もあるし、わからなかったらそれを使えばいいんですけど、自分が勉強した言語が実際に聞き取れたり、話せたりするっていうのはやっぱ本当にすごく楽しいですね。モチベーションにつながります。で、スーパーで買ったものですね。これも私、台湾に行ったら必ず買うんですけど、これです。はい。アーモンドなんですけど、ガーリック、ニンニクの風味がついてるので、美味しいので、よく買います。で、あとこれは、お母さんにお土産、いろんなドライフルーツとか、ナッツ類が入ったミックスナッツの、ものですね。で、あと、なんか漢方のお茶、体に良さそうなお茶があったので、これを買いました。で、私6年ぶりに台湾に来て、本当に、思ったのが、高いです。はい。台湾の生徒さんからも言われていたし、最近、台湾に行った日本人の友達からも聞いてたんですけど、物価が本当に高いです。これとか、109元だったんですね。台湾元です。109元だったんだけど、お店によってね、値段が違うかもしれないんですけど、日本円のね、価値が低いので、もう、これとか500円近くですよね。日本円で言ったら。前は、そんなに高くなかったんじゃないかな、と思います。ちょっとね、6年前のことだから、記憶がはっきりしてないところもあるかもしれないんですけど、やっぱり値段見たときに、だいたい今、1元が 4.5 円から 4.9 円くらいだったかな。なので、約5倍かける5して計算するんですけど、お店に行ってお茶を飲んだ時も、やっぱり結構高いなと思いました。もちろんね、お店によって違いますし、物価が上がってるっていうのは日本も同じなので、よく理解しています。6年ぶりに来ると、変わってることも多いなと思いました。はい。あともう4時間後には飛行機に乗ってるんですね。早かったなぁ。なんかね、マッサージの人にも言われたんだけど、なんか日本人って3日とかで
そんな短い時間でよく海外に行くよねって言われて、そうなんですよ。私たち、もちろんね、1週間休んで、ヨーロッパに行ったり、他の国に行ったりする人ももちろんいるんですけど、そんなに長期休暇ってないんですよね。会社によりますよ。会社によるんですけど、そう、だから日本人って台湾に来ても、台北に来る人が多くて、台南とか、高雄、高雄とか、あんまり行かないよねっていう話をしてくれてて、確かにね、3日だと、ちょっとね、時間がやっぱり短いので、他の場所に行くっていうことはできないですよね。でも私前、台中にも行きましたし、台南にも行きましたし、高雄にも行ったことがあります。はい。今回本当ね、短い時間だったので、台北にしか入れなかったんですけど、でも十分楽しかったです。じゃあちょっと荷物を詰めて、チェックアウトする準備をしたいと思います。チェックアウトの場面はもう別の動画で紹介したので、ぜひ見てください。これから MRT に乗ってソンシャン空港に向かいます。私は国際線に乗るので、1番出口に行きます。エスカレーターに乗ります。国際線は左です。これから飛行機に乗って日本に帰国します。今回3日間っていうすごく短い時間だったんですけど、本当に楽しかったです。あと自分の中国語もまだまだ足りないなと思いましたし、もっと勉強したいなと思いました。また絶対に台湾に来たいです。今日の Vlog も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。谢谢台湾，我过得很开心。拜拜，再见。